満15歳後、書くことが彼の生活の中心であった。自分は作家となるべく生まれついている。それ以外の職業に従っている将来の自分を想像してみることが不可能なまでになっていた。彼はほとんど本能的に、自分は自分が思っているほど自分ではないことを知っていた。それから、頭は間違うことがあっても、血は間違わないものであること。我々の中にある我々の知らないものは、我々以上に賢いのだということを知っていた。彼は、死とあまりに近いところに常に住んでいた。一歩進んで、死と戯れ、死と賭けをするような気持ちを持っていた。死の冷たい手が彼を捕らえる前に、どれだけの美しい空想と言葉との織物、織りなすことができるか。これは大変豪奢な賭けのように思われた。出発時間の迫った旅人のような気持ちに追い立てられて、彼はひたすらに書いた。そうして、実際、いくつかの美しい空想と言葉との織物を残した。文学とは選択だ。作家の目とは選択する目だ。現実は川、作品は靴。靴は川よりなるといえども、しかも単なる川ではないのだ。真実性と興味性とを共に完全に備えたものが真の叙事詩だということだ。これをモーツァルトの音楽に聞け。昔、私は自分のしたことについて後悔したことはなかった。しなかったことについてのみ、いつも後悔を感じていた。私は書けるだけのものを書き尽くしたのではないか。無理に生を引き延ばすべき理由がどこにあるのだ。病気が行為への気球を絶って以来、人生とは私にとって文学でしかなくなった。文学を作ること、それは喜びでもなく苦しみでもなく、それはそれとより言いようのないものである。したがって私の生活は幸福でも不幸でもなかった。私は蚕であった。蚕が自らの子、不幸にかかわらず眉を結ばずにいられないように、私は言葉の糸を持って物語の眉を結んだだけのことだ。哀れなやめる蚕はようやくその眉を作り終わった。彼の生存にはもはや何の目的もないではないか。いや、あると友人の一人が言った。献計するのだ。蛾になって眉を食い破って飛び出すのだ。問題は私の精神にも肉体にも眉を食い破るだけの力が残っているかどうかである。午後の日盛りに私は一人でアピア街道を歩いていた。自分の短い影を見ながら歩いていた。かなり長いこと歩いた。ふと妙なことが起こった。私に聞いたのだ。俺は誰だと。名前なんか不合に過ぎない。一体お前は何者だ。この熱帯の白い道に痩せ衰えた影を落としてとぼとぼと歩みゆくお前は、水のごとく地上に来たり、やがて風のごとくに去りゆくであろう汝七き者は、俳優の魂が身体を抜け出し、見物席に腰を下ろして舞台の自分を眺めているような具合であった。魂がその抜け殻に聞いている。お前は誰だと。そして執拗にじろじろ寝目回している。私はぞっとした。私はめまいを感じて倒れかかり、危うく近所の土人の家にたどり着き、休ませてもらった。こんな虚脱の瞬間は
私の習慣の中にはない。幼い頃一時私を悩ましたことのある永遠の謎、かの意識への疑問が長い潜伏期の後、突然こんな発作となって再び襲ってこようとは。精神の異常な高揚と異常な鎮鬱とが交互に訪れる。それもひどい時は一日に数回繰り返して、胃のあたりが鈍く重苦しい感じで気分が冴えなかった。机に向かって昨夜の続きを4、5枚も書いた頃、私の筆は止まった。雪悩んで頬杖をついていた時、ひょいと一人の惨めな男の生涯の幻影が頭の中を通り過ぎた。ちらりと一瞬、閃光のように、私ははっとみぞおちを強く疲れた思いがし、椅子の上に崩れた。神の操る交響楽の中で、俺は調子の外れた弦ではないのか。半夜、眠れぬままに遥かの統制に耳を澄ましていると、真っ青な潮流と爽やかな貿易風との間で、自分の見てきたさまざまな人間の姿どもが次から次へと限りなく浮かんでくる。まことに人間は夢がそれから作られるような物質であるに違いない。それにしてもその夢のなんと多様に、またなんと物哀れにもおかしげなことぞ。ストレンジアー、ザ・ウェイス・オブ・メン。夜はまだ明けない。私は丘に立っていた。やらいの雨はようやく上がったが、風はまだ強い。すぐ足元から広がる大傾斜の彼方、鉛色の海をかすめて西へ逃げる雲足の速さ。雲の切れ目から時折、暁近い鈍い白さが海と野の上に流れる。天地はまだ色彩を持たぬ。かろうじて私は立っていた。何かしらある不安と期待のようなものが心の隅に湧いてくるのを感じながら、昨夜も私は長いことベランダに出て、荒い風とそれに交わる雨粒とに身をさらしていた。今朝もこうやって強い風に逆らって立っている。何か激しいもの、凶暴なもの、嵐のようなものにぐっとぶつかっていきたいのだ。自分を一つの制限の中に閉じ込めている殻を叩き潰したいのだ。なんという心よさだろう。明るさが次第に野に丘に海に加わっていく。何か起こるに違いない。生活の残差や強雑物を吐き出してくれる何かが起こるに違いないという喜ばしい予感に、私の心は膨れていた。1時間もそうしていたろうか。やがて眼下の世界が一瞬にして壮望を変じた。色なき世界がたちまちにして溢れるばかりの色彩に輝き出した。ここからは見えない。東の岩花の向こうから日が出たのだ。なんという魔術だろう。今までの灰色の世界は今や濡れ光るサフラン色、イオボ色、バラ色、長寿色、朱色、トルコ玉色、オレンジ色、群青、スミレ色、すべて種子の光沢を帯びた目もくらむ色彩に染め上げられた。金の花粉を漂わせた朝の空、一瞬の奇跡を眼下に見ながら、私は今こそ私の内なる夜が遠くとんとうし去るのを心よく感じていた。